こんにちは、みきこです。まずはじめに一つお知らせです。このポッドキャストのスクリプトをブログで公開しています。日本語のスクリプトと英語に翻訳したスクリプトがあります。英語の翻訳は AI で作ったものなので、間違いがあるかもしれませんが、参考になれば嬉しいです。さて、今日は日本の家庭料理について話したいと思います。皆さんは日本の家庭料理を知っていますか？家庭料理とは日本食の中でも家庭でよく食べる食べ物のことを言います。知っている食べ物があったらコメントで教えてくださいね。日本食といえば寿司、天ぷら、うどん、それからすき焼きですかね。うどんは手軽に食べられるので家庭でもよく食べますが、寿司やすき焼きはそんなに頻繁には食べません。天ぷらはどうだろう？これは家庭によりそうですね。うちはあまり食べません。面倒だから。はい。話を日本の家庭料理に戻しますが、毎日だいたい食卓に出てくるものはご飯と味噌汁です。それに加えて焼き魚や煮物や漬物などが出てきます。味噌汁は好きな野菜を入れて味噌を溶いてスープを作ります。味噌とは大豆から作られたペーストのことです。私のお気に入りは、じゃがいもと玉ねぎとネギの入った味噌汁です。焼き魚は魚を焼いたものです。煮物については後で詳しく説明しますね。漬物は野菜を塩やぬかで漬けたものです。さて、一汁三菜という言葉があるんですが、聞いたことがありますか？日本人は健康に気をつけている人が多いので、食事を作るときに栄養のバランスを考えています。一汁は汁物一つという意味です。それから三菜は三つのおかずという意味です。例えばこのイラストを見てください。これは味噌汁と焼き魚と卵焼きとほうれん草のおひたしです。卵焼きとは卵を溶いて巻いて焼いたものです。おひたしとは鰹節や昆布などから取った出汁と醤油を合わせた調味料に浸したものです。写真の中に一つの汁物と三つのおかずがありますよね。もちろんもっと多くおかずを出す家庭もありますが、私はとりあえず一汁三菜がないと落ち着きません。なんか物足りない感じがします。先ほどおかずの一つに煮物が出てきましたが、これも家庭ではよく作られます。代表的なのは肉じゃがです。名前の通り、肉とじゃがいもが入っているんですが、その他に玉ねぎや人参や白滝などが入っています。それらの具材を水、醤油、酒、砂糖、みりん、だしを入れて煮込みます。煮物は基本的にこの調味料で煮込みます。魚は先ほど焼き魚が出てきたんですが、魚の煮付けもあるんですよ。魚の煮付けは煮物と同じ調味料でできます。煮物は油を使わない料理なので、とても健康的です。はい。ということで、今日は家庭料理についてお話ししました。家庭料理なので、当然家庭によって多少味付けや食卓に並ぶものは違いますが、煮物や味噌汁はよく食べているんじゃないかなと思います。ちなみに私はおにぎりと味噌汁と漬物さえあればどこでも生きていける自信があります。あ、おにぎりの話をするのを忘れていました。おにぎりめっちゃ好きなのに。おにぎり知っていますか？ライスボールのことです。おにぎりの中には鮭やツナや梅干しなどが入っています。私は鮭のおにぎりが一番好きです。外側の海苔も大好きです。おにぎりの話をしていたら食べたくなってきてしまいました。おにぎりは塩むすびといって塩とご飯だけでも作れるんですよ。
手のひらに塩を振って熱々のご飯を握れば出来上がりです。はい。ポッドキャストのエンディングのつもりが、おにぎりについて熱く語ってしまいました。まあ、それくらいおにぎりが好きなんだなぁと思っておいてください。では、今日はここまでです。ほな、またね。